私の専門はスペイン美術史です。慶應義塾大学商学部の松田健二です。私の研究対象は大きく分類すると2つあります。一つはパブロ・ピカソやジュアン・ミロといったスペインの20世紀美術を代表する画家たちです。もう一つがここでお話しする日本とスペインの美術交流史です。2つの研究対象は別個に存在するものではなく、互いにつながっています。美術史の領域では、明治の開国以降の流れの中で、日本と関係のあった諸外国のうち、イタリアやフランスばかりに注目が集まり、スペインとの交流はほとんど無視されてきました。しかし実際には19世紀以降、特に北東部のカタルーニャ地方に日本の美術が大きな影響を与えていることが分かってきました。20世紀に入ると、ヨーロッパ各地で流行したジャポニスムは一旦収束したように見えるのですが、スペインでは戦前から戦後にかけて日本との交流がずっと続いていきます。これまでそうした交流の一端を国内外の研究者や美術館の学芸員たちと協力しながら展覧会という形で提示してきました。バルセロナのカタルーニャ美術館で開催された浜田アルティガス炎の色展では、民芸運動の陶芸家浜田庄司とカタルーニャの陶芸家ジュゼップ・デュレンス・アルティガスの交流について紹介しました。監修者のリカル・ブルとともに日本の民芸運動の理念がスペインに伝えられた経緯を明らかにしました。バルセロナの世界文化博物館で開催された型絵染め芹沢圭介の芸術遺産展では、芹沢圭介の作品がスペインに渡り、また芹沢自身もスペイン旅行から様々なインスピレーションを受けたことを提示しました。しかも芹沢はスペインからいくつもの民芸品を持ち帰っているのです。上野の国立西洋美術館や長崎県美術館で開催されたスペインのイメージ展では、日本とスペインの間で版画を通した交流が20世紀の間ずっと続いていたことを明らかにしました。例えば東京国際版画ビエンナーレにはスペインからの出品が相次ぎ、また1951年にはマドリーやバルセロナで現代日本版画展が開催されます。こうした交流が20世紀芸術を代表する画家の一人、ジュアン・ミロにまで深く浸透していたことを示したのが、ミロ展日本を夢見てでした。この展覧会は、漠然と語られてきたミロと日本の接点を、具体的な資料や作品を通して提示したものです。また、同じ文脈で詩人滝口修造とジュアン・ミロが共同制作した詩画集、手作りことわざやミロの星とともにも研究対象となります。慶應義塾のアートセンターやマジョルカのミロ財団に所蔵されている滝口とミロの間で交わされた書簡を一冊にまとめて書簡集として刊行する準備を進めているところです。今後の研究では同じような問題意識をピカソにまで広げたいと考えています。ピカソ研究ではピカソにジャポニスムの影響はなかったというのが定説なのですが、その定説を覆すことを目標としています。スペインで大学院生をやっていた頃、ベラスケスやピカソのような巨匠はすでに研究され尽くしていて、新しく付け加えられることはないだろうと冷やかされたことがあります。しかし日本人だからこそ、国際的な研究に寄与することができる新しい視点がまだたくさん残されているはずだと考えています。